こんにちは、まるこです。今日の動画は、これが解けなきゃ不合格、学科試験前にやるべき標識表示20問。学科試験の問題には、標識表示の問題がたくさん出てきます。他の問題は全問正解でも、標識表示の問題が不正解だったために試験不合格ということもあり得るくらいです。なので、標識表示を覚えなければ学科試験は合格できません。でも、覚えるにも標識表示って種類がめっちゃ多いんですよね。そこでこの動画では、数ある標識表示の中から学科試験で間違いの多い問題を厳選して誰でもわかるように解説していきます。この動画を見たら学科試験の合格に近づきますよ。それでは早速いきましょう。第1問。この標識のある道路では車の通行は禁止されるが歩行者は通行できる。この標識は通行止めです。この標識から先は歩行者、車、路面電車のすべてが通行できません。第2問。この標識があるときは交差点を右折してはならない。この標識は車両横断禁止です。横断とは歩道などを横切って道路外に出入りする行為を言います。この標識がある道路では図のような横断が禁止されます。しかし、設問である交差点の右折は横断とは異なるので禁止されません。第3問。この標識のある道路で午前10時に右折した。この標識は指定方向外進行禁止の右折禁止という標識です。この標識がある道路では標識の矢印方向にのみ進むことができます。なのでこの場合は本来右折が禁止されるのですが、今回の標識では補助標識で7から9と日時の指定があります。この場合は午前7時から9時の間のみ右折が禁止されるので、午前10時の右折は可能となります。第4問。この標識は駐車禁止の標識である。この標識は駐停車禁止の標識です。駐車禁止の標識はこれですね。斜め線一つは駐車禁止、バッテンになっているのは駐停車禁止と覚えておきましょう。ちなみに表示ではこのように示されますので、合わせて覚えておきましょう。第5問。この標識と表示は通行している道路が優先道路であることを示している。設問の通りで、この標識と表示は優先道路です。優先道路を通行している場合は、交差点で他の車と鉢合わせになった時に先に進むことができます。第6問。この標識のある道路では、積載量が表示された重量を超える車は通行できない。この標識は重量制限です。重量制限の標識がある道路では、積載量ではなく総重量が超える車の通行ができなくなります。第7問。この標識は自転車横断帯の標識である。この標識は自転車専用です。自転車道や自転車専用道路であることを示します。自転車横断帯の標識はこちらです。よく見ると標識の中に横断帯が描かれていますね。よく似ている標識なので違いに気をつけましょう。第8問。この標識がある道路では車は交差点の直前で一時停止しなければならない。この標識は停止線の標識です。この標識は車が停止する場合の位置を示す標識です。普段は表示で停止線を示されますが、積雪のため停止線が見えなくなる恐れのある地域などでは、この停止線の標識で停止位置を示す場合があります。ちなみに交差点の前で一時停止が必要になる一時停止の標識はこちらです。問題文をよく読んで引っ掛け問題には気をつけましょう。第9問。この標識と表示は安全地帯を示している。設問の通りです。歩行者の安全を守るための安全地帯であるため、車はこの中を通行してはいけません。第10問。この標識がある道路で
交差点や曲がり角、上り坂の頂上付近を通るときは軽音機を鳴らさなければならない。この標識は警笛区間の標識です。この標識の区間内では、見通しの利かない交差点、見通しの利かない曲がり角、見通しの利かない上り坂の頂上付近を通るときは、軽音機を鳴らさなければなりません。ただの交差点や曲がり角などでは、軽音機を鳴らしてはいけません。第11問。この標識は、学校、幼稚園、保育所などが近くにあることを示している。この標識は横断歩道の標識です。学校、幼稚園、保育所などが近くにあることを示す標識はこの標識です。よく似ているので注意しましょう。ちなみに横断歩道の標識は子供が描かれているものと大人が描かれているものの2つの種類があります。大人の横断歩道は一般的な道路の横断歩道を示し、子供の横断歩道は学校などが近くにある横断歩道を示します。若干の使い分けはありますが、標識の意味としては同じく横断歩道となりますので、今回の答えは×となります。第12問。この2つの補助標識は同じ意味を示している。2つともに本標識が示す交通規制の終わりを示します。ちなみに矢印が右向きになると始まりを示しますので、矢印の向きには注意しましょう。第13問。この標識は路肩崩れやすいである。この標識は落石の恐れありの標識です。よく見ると石が落ちているように見えますよね。この標識がある場合は上からの落石に気をつけたり、進行方向に落石が落ちていないかを気をつけて走行します。第14問。この表示は規制速度の終わりを示しているため、この表示から先は法定速度が最高速度となる。設問の通りです。数字の0のような表示は終わりを示しています。よってこの表示以降は法定速度が最高速度となります。第15問。A の通行帯から B の通行帯へ進路を変更してもよい。車線が白の線と黄色の線で区画されている場合は、白の線側からは進路変更が可能です。この白の線が画像のような破線でも実線でも意味は同じです。ですが、黄色の線側からだと、たとえ右左折や追い越しのためであっても進路変更が禁止となるので注意しましょう。第16問。本標識には規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識、補助標識の5種類がある。本標識は規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類です。補助標識は本標識には含まれていません。第17問。この2つの表示は左が停止禁止部分、右が立ち入り禁止部分を示す。左が立ち入り禁止部分、右が停止禁止部分を示します。左の立ち入り禁止部分の中を車は通行してはいけません。右の停止禁止部分の場合だと、車は通行できますが、停止してはいけません。信号待ちなどで停止しないように気をつけましょう。第18問。この表示は通行している道路が優先道路であることを示している。この表示は前方優先道路の表示です。通行している道路ではなく、交差する相手側の道路が優先道路であることを示します。第19問。この標識は車両通行止めであり、車や路面電車が通行してはいけないことを示している。この標識は車両進入禁止です。車両通行止めの標識はこちらです。どちらも車の通行を禁止する標識ではありますが、車両進入禁止の場合は一方通行の出口側であるという意味もあり、標識方向からの車の通行が禁止されています。第20問。
混雑を緩和するため警察官から指示があったので歩行者用道路を通行した。交通が著しく停滞して混雑する恐れがあるときは、混雑緩和の措置として警察官が特別な通行方法を指示することがあります。この場合は警察官の指示に従って通行しなければなりません。以上20問です。お疲れ様でした。このチャンネルでは現役の教習所教官による免許試験対策の動画を配信しています。今回の動画が良ければ評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。マルコ教官ブログというブログもやっています。ブログでは免許に関わる情報と生活改善情報を発信していますので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。Twitter もやっています。YouTube やブログの更新情報、日々思ったことをつぶやいています。どちらも概要欄に記載してありますので、良ければフォローお願いします。それではご視聴ありがとうございました。